こんにちは。魔法のクラフトのポールです。ハワイからお届けしています。今日は洋梨ペアのスタンプを使って水彩画風に仕上げる3つの方法をご紹介します。これがスタンプと思うぐらい筆で描いたようなラインや優しい色の重なりを表現していきますよ。難しい筆使いや水彩の経験がなくても大丈夫。スタンプだけで水彩画みたいな仕上がりが楽しめる魔法の3つの技法と、後半では色をつけたパーツを使って素敵なカードに仕上げていきます。果たしてどんなカードが出来上がるのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。用意してもらうものはいつものスタンプのインク。今回はグリーン系を4色、イエロー系を2色使っていきます。それでは早速始めましょう。今回はこちらの4色のインクを使っていきます。スタンプで水彩画風に仕上げるということで、このように色のグラデーションを作っていきます。もちろんこの色がない場合は全部揃えなくても大丈夫ですよ。2色3色になってもそんなに変わらないかもしれません。まずは薄いインクを2色準備します。このインク10年も前に集めたものなんですね。昔は全色集めるのが楽しかった。色が揃っていると作品が作りやすいことと、古いタイプのスタンプなのでこのようにグラデーションを作るときに多少インク同士が混ざってしまっても気にはならないんですね。まず緑で色付けをする前にペアの輪郭外枠のスタンプを押していきましょう。インクは濃いグレーでチャコールを使っています。スタンピングアップの台は結構スタンプギリギリに作られているので、きちんと押さないとはみ出してしまいますね。今回はスタンプのインクを拭くワイパーを用意します。まずはこの一番薄い色のインクから始めましょう。もう一つ、使っているブロックはキットの中に入っているこの薄いブロックを使っています。薄いと重ねるときに見やすいんですね。ではまず薄いインク、これは普通にインクをつけてスタンプを押していきます。スタンプを押すときには何個か一緒に作ってみるといいですね。練習にもなるし、失敗するときもあるので。このスタンプ見てもらうとわかるのですが、全体がベターっとつくタイプのスタンプじゃないんですね。点点点点ってドット状につくんです。自然とまだらに馴染んでくれて、押しムラも感じさせないので、この手のスタンプは失敗も少ない。スタンプを初めて使う人にはぴったりのスタンプです。ここでインクをしっかりとつけたいときは、こういうフォームを下に引いてあげるといいですね。このマットを反対側にしてもいいんですが、こっちの方が見やすいかもしれませんね。さあ、それでは2番目のインクです。ここが1つ目のポイント。2番目のインクにはまず全体的にインクをつけてください。そうしたらパッドの上でスライドさせます。横にスーッとポンポンと押したらスーッとスライドをします。こうやって見ると全体的にグリーンがちゃんとついている状態です。少しスライドさせて押してみるとこんな感じになります。1つ目のスタンプ、2つ目のスタンプ、ちょっとここに陰影がかかってスライドさせているので線になっているのがわかります。3つとも押していきましょうね。スタンプって真ん中に押す力が集中してしまうので、どうしても中心がへこんでしまうんですよね。でもそれを利用してスライドさせると、このデコボコがちょうどいいようになってくれるんですね。これ毎回やっても違うのができるんです。これは面白いですね。スタンプを押してスライドさせると
こうやって綺麗な陰影ができるだけではなく、押しムラも防止できるんですよ。これが1回目、これが2回目。色に深みが加わってきます。次に3色目と4色目のインクを出します。もしない場合、2色でもあったらいいですね。1色だとちょっと濃淡をつけてもつまらないかなと思うけれども、2、3色あるといいと思います。さあ次はこの3色目。今度はスタンプの端の方をちょっとロックンロールします。こうやってくるんと回転させて、そして少しだけスライド。スタンプの半分ぐらいにインクがついた状態です。スタンプの半分だけついている。もう半分はついていないです。わかりますか？これとこれの違い。もう一度やってみますね。周りにぐるーんとインクをつけて、半分だけスライド。ここでは少しつけすぎちゃったかなと思っても、そこまで気にならないと思います。これ乾くとインクの色が馴染んでくるので、つけすぎてしまっても安心してくださいね。本当なら少し乾かした方がいいのですが、今回はこのまま続けます。ここではクロストゥーマイハートの古いインクを使っています。何がいいかって、これは水彩なので薄くてすごく混じり気がいいんですね。あなたもぜひお手持ちのインクで挑戦してみてくださいね。次は4色目です。まず片側にロックンロールで端っこギリギリにインクをつけます。そして今度はこの片側だけ4分の1ぐらいスライドします。こんな感じです。この一番最後のスタンプで陰影がしっかりついたのがわかります。これとこれ。なんなら1番目とこれ。比べてみるともう全く違いますよね。2番目と比較しても結構違うと思います。これが3番目。3番目としたらちょっと影の部分が多くなったかなという感じ。もしデッサンをやっている人だとしっかり書き込んだなっていう感じです。そんな感じでまずは端っこにくるんとインクをつけて、その端っこの方だけスライドさせてポンと押します。これ一番最後をあんまりつけすぎると真っ黒になっちゃうんですよね。何回か試しにやってみたんですけれども、あれどれだっけ？結構乾くとわからなくなるものですね。でも濃いインクをベトっとつけてしまうと水彩画風に見えなくなってしまうので注意が必要かもしれません。今回の水彩画風にアートっぽく仕上げるには、テクニック1、インクを何色か使い分ける。テクニック2、スライド効果で筆で描いたようなアート感を出す。テクニック3、インクをつける配分を変えて光と影の深みを出す。もうこれだけでアーティスト感満載ですね。これもだんだんやっていくうちに上手になります。何回も何回も試してください。何回も試せるっていうのはスタンプのいいところですよね。はい、こんな感じに出来上がりました。まずは緑が終了です。次に黄色に移ります。いいですね。ビタミンカラーは元気になります。黄色は2色用意してください。鮮やかな黄色と濃い黄色。時間があれば一度乾かしてもらうといいんですが、これは少しドライヤーで乾かしました。やっぱり乾いた方が色の混ざり具合が悪くなるので、より水彩画風のアートに仕上がります。実はこの黄色は全面につけてほしいんですね。まずインクをバッ
ちりとつけてやっぱりスライドしましょう。ほら、こう見ただけで可愛いんですよ。ものすごく色がついたように見えるんですが、これ実は取ると大したことないんですね。そんなに色が乗っていないのが分かりますか？なぜならばこちらの方が粗いからなんです。薄くなるように設計されてるんですね。賢いです。この手のスタンプは大好きです。今回はもう少し黄色を見せたいので、こちら側をもう少し重点的につけたいと思います。もう一回後ろからこうやってペーパーをこするようにするとよくつきますよ。こうやって比べてみるともうちょっと青々しくなりましたね。これがいいんです。もしかしたら裏からこすらなくてもいいかもしれませんが、私はどちらかというとこちら側に重点的に黄色をのせたい感じです。ペーパーが乾いていると剥がれやすいので、手のひらで押してみてもいいですね。このスタンプは多少ずれても気になりませんから。こういう感じで黄色がつきました。これと比べてみても随分違いますよね。やっぱり黄色が入るとさらにみずみずしい感じになります。これでフィニッシュでもいいんですが、もう一つだけ黄色を付け足したいと思います。この2色目の黄色はもう少し濃いオレンジのような黄色です。これは全体につけてしまうとただのオレンジになってしまうので、これはインクパッドの角を使って、しかもスタンプの真ん中だけにこのようにインクをつけます。そしたら周りをワイパーで少し軽く拭き取ります。これをつけるんですが、少し押しづらいのでもう一度。今回は手に取って軽くスタンプをつけたら、手のひらでここだけなぞるように、こういうふうに、そしたら真ん中だけしっかりとつきますね。こんな感じでいいかと思います。これと比べてもかなり違いますよね。ブレ具合が良くなった感じです。もう一度やってみますね。ポイントはコーナーのこの真ん中だけをつけて拭きます。バキッと角がついてしまうと形がいびつに見えてしまうので、そしたら指で取ってここだけつける。この時にベトってついてしまってもこれは OK です。きれいに混ざらない方が自然なんですね。指でつけるんだけど角はつけたくないので、拭いて真ん中だけ指でこする。ちょっと薄いかなと思ったらもう一回してもいいですね。はい、こんな感じになりました。もう見た目はめちゃめちゃ水彩画に見えます。もちろんスタンプをつけて後からダバーで色を重ねてもいいんですよ。でも私はこれ1本でやってみたかった。スタンプだけで押したらどうなるのかなと思ったら、こんなに素敵に仕上がりました。色付けはちょっと難しいかなと思っている方でも、スタンプ一つでこのクオリティすごいなって思います。何よりもめっちゃ楽しい。隙間時間に優雅に絵を描いているようで、ちょっとしたアーティスト気分に浸れます。これを実際に水彩画で描くのは本当に大変だけどね。スタンプで水彩画風に仕上げる魔法の3つの技法、こんな感じに仕上がりました。どうですか？
これなら私にもできるかな。何か作りたくなってきた。ものづくりにはときめきがいっぱい隠れています。難しい技法やいろんな画材もあるけれど、魔法のクラフトでは誰でも簡単にスタンプを使ってカード作りやスクラップブックに対応できる方法を紹介しています。よかったらチャンネル登録をしてあなたのクラフトの参考にしてくださいね。それでは早速カードを組み立ててみましょう。これ実はちっちゃなカードなんですよ。スタンピングアップで買ったんですが、カタログで見てみるとわからなかったけれど、届いてびっくりしました。クロストゥマイハートがなくなって今実はカード難民。なかなかこれっていうカードが見つけられず、スタンピングアップで買ってみたらなんかすごいちっちゃかった。しかも2回とも失敗してちっちゃいのを買ってしまいました。ちゃんとサイズを見ないといけないですね。でもこのサイズに合わせたちゃんと封筒も揃っているので、今回はこれを使ってみようと思います。結構しっかりとしたペーパーなんですよ。ペアのコレクションのペーパーを組み合わせてみます。私はスタンプとペーパーを統一できることがとっても嬉しいです。ペーパーは事前にカットしてあります。今回はこの柄のペーパーがとっても素敵だったので、この2色とサンドペーパーのようなナチュラルなペーパーを組み合わせています。アンティーク感が出て素敵ですよね。こうやって3枚を縦にカットするだけでカードの下地が簡単に出来上がってしまいます。ここで前回のハーブの封筒のセットの台を使ってフレームを作りました。コーナーに飾りがついているのでエレガントですよね。これも最初は白にしようかなと思ったのですが、少しメリハリがないような気がします。せっかく綺麗に色をつけたので、今回は黒でしっかりと見せることにしました。青も素敵なんだけど、少し印象が和らいでしまう感じがしますね。このペアをつける時にも真ん中にボーンと乗せてしまうとちょっとつまんないんですね。少し端の方にアンバランスに乗せてみる。後で葉っぱがつくのであまりはみ出しすぎないように適度にこれぐらいかなっていう感じにずらします。メインのパーツが決まったら、生け花を生けるように反対側にも葉っぱやお花を追加してバランスをとっていきます。貼り付ける時の注意点は、まずペアの裏側に 3D フォームテープを貼りますが、ここではまだテープを剥がさずに仮のテープで留めておくといいですね。バランスを取るようにいろいろと場所を変えて、ここだと思う場所が決まったら貼っていきましょう。それではお花のスタンプワークをご紹介します。まずチャコールでお花の輪郭のスタンプをします。この時あんまりいろんな色を組み合わせない方がいいですね。困った時には柄のペーパーの色を参考にするといいですよ。まとまりも良くなります。こちらの小さな点々も押しましょう。これお花の中心の部分なんです。目のようなものでこれが入るとぐっと可愛らしくなるんですよね。この部分色を変えても素敵ですね。お花の色付けですが、それ専用のスタンプはありません。色をつけるには色鉛筆とかペンで色付けする必要があるんですね。でもちょっと面倒ですよね。さあ、ここでお花の色は、こういう時はあるものを使います。ペアのスタンプは少し大きすぎますね。それでは葉っぱのスタンプを使ってみましょう。葉っぱの葉先の部分に軽くインクをつけて花びらにつけてみると、ちょうどいい具合に色がついてくれるんですね。
全部につける必要はないですよ。花びらの何枚かにポンポンポンと色を添えるだけで OK。 お花の表情がちょっと軽くなりますね。ここに黄色が加わることでより明るさが増し、色の統一感が生まれて、デザイン的には目の誘導にもつながります。お花のスタンプも一つ一つ色を塗らないでも葉っぱのスタンプを使って色をつけることができました。カードを何枚も作るときにはこのひと手間がとっても助かりますよね。それでは最後にペアの葉っぱを作ってみたいと思います。葉っぱは輪郭の部分はすでに押してあります。スタンプの色付けをしてみましょう。ペアの色付けで使った2色のインクを使っていきます。これもスライドをしていきましょうか。絵画チックな統一感を出すために。そうしたらここで邪道にもペンを取り出します。幹の部分はどうしても濃い色で色をつけたいので、ここでは濃い赤いめのパープルで幹の部分を塗っていきます。全部塗らなくても大丈夫です。まだらな感じで OK。 色を重ねていくとだんだん茶色に見えてくるんですね。2色目のインクでは濃淡を出していきましょう。ペアの時と同じように、まずスタンプの葉っぱの端っこに色をつけて少しスライドします。ここでは葉っぱ1枚1枚別々にスライドするときれいになりますよ。スタンプの手法には正解はありません。この時にいろいろと挑戦してみてください。もしかするとまた新しい手法が生まれるかもしれませんね。ちなみにスライド手法は私が名付けました。最後にこの下の白い部分はカットしてみましょう。さあ、このようにカードが出来上がりました。このペンはインクと同系色の色を選んでみました。これはかなり古いインクです。知っている方いらっしゃいますか？この色はカードの中にも使っています。カードを開いた時にわーっとときめいてもらえるように、カードの中にもスタンプで飾っています。さあ、いかがでしたか？私にもできるかも、そう思ってもらえると嬉しいです。色の付け方を工夫次第でいろいろと挑戦できるのがスタンプだと思います。何が作れるかというよりも、やっぱり作っている時間が一番楽しい。そしてこのスタンプを使ってどうやって遊ぼうかな、そんなワクワクがクラフトの醍醐味ですよね。よかったら一度挑戦してみてくださいね。こちらのカードは6月日本でのワークショップの時にお買い物をしてくださった方へ、お買い物の商品と一緒にお届けしています。早くお手元に届きますように。今回使っているペアのコレクションはスタンピングアップのオンライン限定商品です。気になった方はコメント欄にリンクをつけておきますね。また魔法のクラフトのブログでもおすすめ商品として詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。日本に帰っていたためにまた久しぶりの動画になってしまいました。ご紹介したい素敵な作品がたくさんあります。よろしかったらコメント欄からあなたの感想をお聞かせくださいね。どんなクラフトを作ってる？どんな時間が好き？何でも嬉しいです。これからのビデオ作りの参考にさせてください。最後にお知らせです。まもなくスタンピングアップ初のアルバムリトリートが始まります。3日間のクラフト合宿、スクラップブック付けのイベントにハワイから参加します。このワクワクのリトリートの模様をインスタや YouTube よりお届けしますのでお楽しみに。来年はぜひ皆さんと一緒に日本から参加できるといいですね。最後までご覧くださりありがとうございました。
また次回のビデオでお会いしましょう。ハワイから愛を込めて。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.